今から朝倉と共にうつしおとかくりおの境界へ行き、タギツ姫の本体ヒルコミタマを撃て。ヒルコミタマを撃つ？よくわかんないけど、それって私にしかできないくらい強い相手ってこと？もちろんだ。やっぱり相手はタギツ姫の本体だもんね。面白そう。私やる。ようやく切り札の出番って感じじゃん。くれぐれも油断はするな。ヒルコミタマは大きさも強さも尋常ではない。しかもこの作戦には時間制限がある。ヒルコミタマが地上に到達する前に倒さねば全てが終わりだ。そしてヒルコミタマを撃ったらすぐにうつしおに戻ってこい。いいな。でも要するにさっと倒してパッと帰ってくればいいんだよね。ああ、それが理想だ。朝倉も分かったな。でもそれじゃタギツ姫は。時間がないと言っている。タギツ姫のことは江藤と十条に任せるしかない。今の江藤と十条なら必ずタギツ姫も撃つ。お前はお前の役目を果たせ。かなみと十条さんを信じろってことですね。わかりました。歌手清光のお姉さん、私の足引っ張らないでよね。大丈夫、今の私かなり強いから。美穂のうつしおとかくりおの境界へ行きやがった。まこっちゃんの言ってた通りだ。補習終わった。お疲れかなみ。それと勉強教えてくれてありがとね、マイ。私にできることってこれくらいだし、気にしないでみほのちゃん。絶対一緒に進学しようね。まだ1年あるのにまさかね、進学できないレベルでヤバくなるなんて。そりゃ自分がすごく頭いいとは思わないけど、フッキーでさえ進学できてるのに。それは篠里さんに失礼じゃないかな。大丈夫大丈夫、まだ1年あるし、ここから取り戻していこう。それが難しいんだよ、マイ。かなみだってほら。勉強のしすぎで心が死んでるよ。かなみちゃん。平気だよ、舞ちゃん。ちょっと毎日補習ばっかりで、しかも範囲が膨大すぎるだけだから。かなみは2年生の3学期まるまるいなかったもんね。舞ちゃんがいなかったら今頃私はどうなってたか。一緒にもう一回中3をやろう、かなみ。みほのちゃん。そうならないために頑張ってるんでしょ。そうでした。よし、ネガティブ終了。タピオカ行こう、かなみ、まい。タピオカおいしい。すっかりタピオカにハマったね。だっていつの間にかこんな美味しいものが流行ってるんだもん。そう言われると確かに、かなみちゃんとひよりちゃんがいない間に変わったことが結構あるね。そう、ゆかり様が引退してあかね様が刀剣類管理局の局長になっててびっくりしたよ。あと私たちに近いところだと調査隊かな。
ズズズズ。あ、折り紙家付きになった話？連邦女学院に調査室があってびっくりしたよ。あれは嬉しかったな。今までそういうのなかったから、調査隊の基地みたいな感じでワクワクした。あとはみほのちゃんすごく強くなったよね。そうかな。勝負しててすごく楽しい。戻ったら試合どうかな。もちろん。タピオカの分ちゃんと運動しないとね。リム、相変わらず荒玉の出現頻度は高いままだね。ごめんね、かなみ。まあいい、私行かなくちゃ。頑張ってね、みほのちゃん。いってらっしゃい。今の荒玉で最後だったようですね。ご苦労様でした、朝倉美穂の。マジかよ、物足りねえ。ほとんどミホッチが倒してるじゃねえか。もっと私のこと考えろよな、ミホッチ。そんなに倒してた？倒してたんだよ。まったく私の取り分まで取りやがって。ごめんフッキー、補習でストレス溜まってたからついじゃねえ。おらおら反省しろ。ごめんってば。補習大変そうだね。でもやらないと進学できないって言われてるから。調査隊の方は順調なのにね、みほのちゃん。天は二物を与えず。調査隊ではエースなのに勉強は落第。これがギャップ萌え。ごめんなさい、みほのちゃん。本当なら私が勉強を見てあげられたらよかったんだけど。そんな深刻にならないで。ちゃんと補習を受ければ大丈夫なはずだから。それにちーね、大学の方が忙しいんでしょ？今はちょっと。でももう少ししたら余裕ができるはずだから、そうしたら勉強見てあげるわね。あ、そういえばミルヤさんって清香と歌手清光について調べてくれてるんですよね。それってどんな感じですか？今のところ何も。文献を紐解くのは楽しいのですが、成果はゼロです。だから歌手清光だけじゃなくて朝倉家についても調べてみようって話になったんだよ。私んち？行き詰まってしまいましたからね。少し目先を変えてみることにしました。ただそちらも調べ始めたばかりで、特筆すべき点はまだ何もありません。そうですか。みほのちゃん、何か気になることでもあるの？何もないけど。急にどうしたのちーね？なんかちょっと雰囲気が変だった気がして。やだな、私はいつも通りだよ。今日もこの夢だ。誰かが炎に向かっていく夢。またこの夢。気になること、ちーねーに言えないよね。頻繁に変な夢を見るようになったなんて。本当に何なんだろう、この夢。清光が見せてるの？なんて、お刀が答えるわけないか。
不足？ちょっとね。大丈夫ですか、朝倉さん。はい、ちょっと寝不足なだけだから気にしないでください。よろしければ快眠に効く飲み物をお渡ししますよ。栄養バランスとカロリーに気をつけた自信作です。それは遠慮しときます。そうですか。では調査隊の次の任務をお伝えします。新しい赤羽島が発見されたため、調査隊はこれを収集せよとのことです。赤羽島の調査ってなんだか久しぶりですね。そうだね。最近は荒玉の討伐ばっかりで赤羽島の調査はあんまりなかったね。新しい赤羽島、すぐに出発しましょう。ちょっといいか？どうしました？それ私必要か？必要ないなら特別遊撃隊の方行きてんだけど、あっちの方が荒玉ちゃんと遊べるしな。そうですか。なら七の里さんはそちらの方に行ってください。マジか！行ってみるもんだな。赤羽島の周辺には大量の荒玉が出現しているとの報告がありますが、まあ他のメンバーで対処できるでしょう。それを先に言え！おい、何やってんだ！さっさと行くぞ！相変わらず見事な操縦術ですね。そうね。それじゃあ調査隊赤羽島の収集に出発。入れ。失礼いたします。遅いよ、ヨミお姉さん。待ちくたびれちゃった。お久しぶりですわね、ヨミさん。おかえり、ヨミ。ゆかり様、特務警備隊揃いました。よく来てくれた。本来なら特務警備隊への命令は茜からされるべきだが。承知しておりますわ。管理局局長と折上家当主、この2つを兼任なさっている茜様の負担は日に日に増しております。私たちに命令を下す時間を作るだけでもスケジュールの調整が必要になるくらいに。茜の力になってやってくれ。もちろんです。ゆかり様、今回の任務って何なの？荒玉討伐なら私がやりたい。残念だが荒玉は関係ない。今回の任務は木佐過激派の調査並びに監視だ。木佐過激派って？木佐には茜をトップとする主流派の他にいくつもの派閥がある。その中には特に過激な思想を掲げる派閥も存在している。危ない人たちがいるってことだね。だったら倒しちゃえばいいじゃん。そんな単純な話ではありませんわ。過激派といっても犯罪集団というわけじゃない。あくまで木佐の一派閥に過ぎないんだ。危ないことをするまで手を出せないんだ。なんだかめんどくさい。まあ確かに夢向けの任務ではありませんわね。向き不向きは誰にでもあるさ。配属されたばかりだが働いてもらうよ、ヨミ。本当によろしいのですか？何がだい？これで特務警備隊には元親衛隊が全員揃ったことになります。よく思わない人も出てくるでしょう。3人だけならばまだ不平不満も少ないのではないですか。3人だろうと4人だろうと不満は出る。外分を気にする必要はないよ。私たちの過去は変えられない。これからの行動で取り戻していくしかありませんわ。ですが私は
自分が間違ったとは思っていません。それなのに。そんなのはどうでもいいんだよ、ユミお姉さん。また全員揃ったっていうのが大事なんだから。つば九郎さん。必要だから呼び寄せた。やってくれるか？ゆかり様。承知しました。この任務、お受けいたします。私はどの派閥を監視すればよろしいですか？まだ名前を出せるほどの情報は集まっていない。いくつかの派閥が資金の動きが活発になるなどの怪しい動きを見せている。後で資料を届けさせよう。はい。お前たちもよろしく頼む。はい。赤羽島が発見されたのはここのようですね。荒玉ちゃんが全然いねえ。あいつ嘘つきやがったな。おかしいわね。私も確認したけど、確かに多数の荒玉の出現が報告されていたわ。その報告書は私も確認しました。これは慎重に行動した方が良さそうですね。そんなのいらねえだろ。荒玉ちゃんが出るならそれでいいし、出ないんならさっさと帰ろうぜ。ほら、さっさと赤羽島を収集すんぞ。で、どこにあるって？報告書ではあそこです。あっちですね。ちょっと見てきます。ちーねー、ミリアさん、赤羽島あったよ。バンツ組に赤羽島回収の報告をしておきましょう。折り返しで赤羽島の写真が送られてきましたが、瀬戸内知恵も確認してみてください。間違いなさそうね。あっさり終わってよかった。これで任務完了だよね。せっかく遠征してきたんだし、温泉にでも入っていこうよ。またゆいは温泉に誘う。それがアイデンティティだから。で、どう？温泉たまにはいいでしょ？そう言われるといいかも。最近寝不足続きだったし。そんなみほのちゃんには温泉に入って血行が良くなればぐっすり眠れること間違いなし。それは魅力的。そういえばほのちゃん、調査室でも眠そうだったよね。清香、後ろだ。危ない。ありがとうほのちゃん。でもすごい数囲まれちゃったかな。ここまで組織だった行動は見たことがありません。この集団を統率するリーダー格がいると思うのですが。すごい音。ボスザルならぬボスアラダマといったところかな。知能も高く能力もある。厄介ね。あの荒玉強いよ。関係ねえ。ようやく荒玉ちゃんと会えたんだ。さっさと遊ぼうぜ。大丈夫？清香ちゃん。
ね。私の後ろにいろ、清香。はい。ありがとうございます、小吹さん。気にすんな。どうすべきだと思うミリア。応援を待つべきでしょう。バンツ組に荒玉との接敵は報告済みです。次の報告がない時点でこちらの状況は予測できます。それが一番かしらね。待って、美穂ちゃん、あれくらいの荒玉、私と清光なら倒せるよ。そういうことを言ってるんじゃないわ。ミリアはチームのことを考えて。大丈夫だよチーネ。あれくらいちょうどいい眠気覚ましだから。はあ。力を貸して歌手清光。これで最後。ねえ、大丈夫だったでしょチーネ。美穂ちゃん。言いにくいのなら私が言いましょう。朝倉美穂、今の行動は褒められない。え？あなたにそのつもりがなかったとしても、これはれっきとした命令違反です。そんな、私はただ応援を待つより倒しちゃった方が早いと思っただけで。別にそんなグダグダ言うことでもねえだろ。あれくらい私もよくやるぞ。そうですよ。そんなことよりみんな疲れてますよね。温泉に行きましょう。温泉。これだけは言っておきます。朝倉美穂、あなたは敵を倒すより仲間を守ることに力を使うべきだった。清香はフッキーが守ってたじゃないですか。だから私は。七の里小吹一人が対処できない数の荒玉が襲いかかってきたら、その可能性もあったはずです。それは。そこまでにしましょう、ミリア。しかしミリアはつぐみちゃんへ連絡を願い。わかりました。みんなお疲れ様。今日は大変だったし、温泉に入って疲れを取りましょう。さっきはありがとうございます、小吹さん。別に礼なんていいって。あんなの普通だろ。何話してるの清香。なんでもないよほのちゃん。それより温泉楽しみだね。温泉。よかったのですか、瀬戸内知恵。朝倉美穂は急激に力をつけたせいで精神のバランスが取れてないでしょ。分かっていたのですか。ならばなぜ止めたのですか。そうね、ミリアは間違っていなかったと思う。でも今の美穂ちゃんには分からないと思ったのよ。痛い目を見ないとわからないと。瀬戸内知恵にしては厳しいですね。さすがに痛い目を見るまで放っておこうなんて思ってないわ。美穂ちゃんが痛い目を見ないように私たちが注意していけば、きっと美穂ちゃんなら分かってくれると思うの。前言撤回です。やはり
瀬戸内知恵は朝倉美穂に甘い。私は美穂ちゃんのお姉さんだから。お、またあくび。あくびする美穂ちゃんも可愛いよ。何口説いてんだよ。てか、そんな眠いって夜何してんだよ。何もしてないんだけどね。とか言って、実は鍛錬してるとか？してない。SNS とか。してないって。ただ、最近ちょっと夢見が悪いだけ。へえ、どんな夢なんだ？それが、覚えてないんだよね。ま、夢なんてそんなもんか。そのうち見なくなるだろう。そうだね。そのうち見なくなるか。夢なんてそんなものだよね。よーし、今日は温泉に入ってゆっくり寝るぞ。またこれだ。この人は誰なんだろう。なんで炎に向かっていくの？私？熱い。炎が私の中に入ってきて、体の中からも全身焼かれてる。熱いよ。本当に燃えてるみたい。何だったんだろう、今の夢。私が炎に焼かれて、意味わかんない。汗びっしょりだ。気持ち悪い。着替えて水飲んでこよう。戻って寝直そう。今度はあの夢見ないといいんだけど。コップが割れた？これ、清光の力を使ってる時と同じ。なんで？お刀持ってないのに。収まれ！収まって！どうなってるの？なんで清光の力が勝手に溢れてくるの？危ない！朝倉美穂だ！ありがとうございます、ミリアさん。戦闘中にほうけるな！ごめんなさい。その荒玉ちゃんいらねえなら私がもらうぜ、ミホッチ。ありがとう、フッキー。助かったよ。気にすんなよ、ミホッチ。
荒玉ちゃんと遊べんのは大歓迎だ。また寝不足？ダメだよね、こんなじゃ。戦闘中に集中力切らしてちゃ前の私に逆戻りだ。戦闘中にぼーっとしちゃうのは危ないけど、そんなみほのちゃんも私は好きだよ。みほのちゃん、何か悩みがあるならお姉さんが聞くから、今は戦闘に集中しましょう。ありがとうちーね。任務が終わって落ち着いたら話聞いてもらっていい？もちろんよ。力になれないかもしれないけど、私たちも聞くよ。ありがとうみんな。一気に荒玉を殲滅し任務を終わらせるぞ。毎晩のように見る悪夢、それに意図しない状態で家州清光の力が発現。暴走のようなものでしょうか。暴走？それっていつから？悪夢はいつだったかな。もう覚えてないや。確か清光の力が使えるようになって気づいたらって感じだったと思う。暴走の方はこの前の赤羽島探索の後だよ。だからずっと寝不足だったんだ。同じ夢を見続けるってなんだか怖いね。それに暴走の方も勝手に8万力とか使ってたら危ないし。寝たらまたああなっちゃうんじゃないかってあまり寝れないんだよね。悪夢と暴走ってこの間の任務で見つけた赤羽島と関係あるのかな？どうなんだろう。いえ、あの赤羽島の報告は受けてるけど、そんな話は聞いてないわ。そうですね。私も関東岩で見ましたが、そんな力はありませんでした。そういえば以前、朝倉美穂の祖父吉住氏に会った際、家州清光の切っ先は朝倉美穂の体内にあるように思えるという話を聞きましたね。あれが憶測ではなく事実ならば、朝倉美穂はお刀と共にあるようなもの、常に力の暴走の危険性が伴う。ですが少なくとも今までは制御できていたはず。なぜ今になって。見るよ。朝倉美穂、全力での戦闘を禁止します。少なくとも家州清光についての調査が進むまでは家州清光の力はセーブしてください。大丈夫です。私はずっと清光と一緒に戦ってきました。暴走したのもあの時だけです。みほのちゃん、私もミリアの言う通りだと思うわ。悪夢と家州清光の力の暴走、この2つに関係があるのかわからないけど、今みほのちゃんに悪い影響が出てるのは確かだもの。ちーね。関係ってお刀が悪夢を見せてるってことか？そんな話聞いたことねえぞ。こん中で悪夢見るやついるか？私は見たことないかな。私は基本的にいい夢しか覚えてないからな。私も聞いたことはありませんが、因果関係があった場合を考えて動くべきです。朝倉美穂のことを考えるなら用心のしすぎということはないでしょう。シーネーもミリアさんも私のことを心配してくれてる。でも家州清光はお母さんから受け継いでずっと一緒に戦ってきたお刀。私の相棒が悪いものであるはずないよ。わかりました。でも調査の結果を待つだけじゃなくて私も何かしたいです。何かですか。そうですね。
それなら家州清光の力の制御訓練がいいでしょう。悪夢関係なしに朝倉美穂の今後に生きるはずです。はい。ほのちゃん、私たくさん文献調べるからね。ありがとう清香。私も訓練頑張るよ。美穂が来た。おお、時間ぴったりのお出ましか。遊撃隊の手伝いを頼んじまって悪いな美穂。調査隊も忙しいんだろう。いえ、たくさん任務に出たい感じだったからちょうどよかったです。お前そんなに真面目だったか？真面目っていうか、ミルヤさんに清光の力を制御できるようになれって言われてて。制御って何やらかしたんだ？まあちょっとだけ。そうか。まあ頑張れ。お前だったらなんとかなるだろう。はい、頑張ります。薫、そろそろ出発する。そうだな、そろそろ行くか。あれ、今回の任務はこの3人だけ？違う。現場で都知2人と合流する。あ、そうなんだ。どんな都知なんですか、薫さん。どんな？遅刻が多い不良だな。遅刻が多い不良？ああ、根は真面目なんだがなぜか遅刻してくるんだよな。不良ってことはサボりですか？いや、律儀なやつだから遅れてもちゃんと来るぞ。ただ不思議と厄介ごとに巻き込まれて遅れるんだ。不良だけど律儀でよく遅れる。どこかで聞いたことあるような。と、あいつの話をしてて遅れてたら目も当てられないし、さっさと行くぞ。あ、はい。ようやく4分の1ってところか。想定以上に数が多いな。思ってたより時間がかかりそう。でも私たちなら大丈夫。そうだね。いやもう調子いいな美穂の。お刀の方はどうだ？大丈夫そうです。薫さんの言うように調子いいかも。家州清光暴走しそうな気配ないし、この調子で感覚をつかんでいこう。バイクの音？思ってたより早い登場だな。美濃関と綾小路の都知。あのバイクってもしかしてアキラさん？なんだ、知ってたのか。まあ美濃関の都知だしな、あのヤンキー。ヤンキー？おいおい、いきなり褒めんなよ薫。褒めてないぞ。アキラさん、お久しぶりです。ああ、久しぶりだな美穂。頑張ってるみてえじゃん。いろいろ聞いてんぞ、お前の武勇伝。すっかり有名人だな。ありがとうございます。アキラ姉様、この人が朝倉美穂さんですか？そうだ、こいつが美穂だ。はじめまして、朝倉さん。勇気は鳥羽勇気と言います。美穂でいいよ、鳥羽さん。よろしくね。よろしくお願いします、美穂さん。勇気のことも勇気と呼んでください。そ
ですよね。さやかでいい。よろしくお願いします、さやかさん。相変わらず不良とお嬢のデコボココンビだな。エレンさんとデコボココンビを組んでいるあなたがそれを言いますか？カオル、二人と仲いい？まあお前たち相手ならいいか。二人ともモクサのドジだよ。アキラさん、モクサだったんですか？おう、見えねってよく言われっけど、モクサに入って結構経ってんだぞ。そうだったんだ。アキラさんとユウキはなんでモクサに？幼馴染に誘われてな。機会があったらミホノにも紹介してやるよ。はい。んじゃアラダムをぶっ倒すか。遅れずについてこいよお前ら。はあ、勇気はアキラ姉様に鍛えられています。この程度の荒玉、どうということはありません。勇気もだいぶできるようになってきたな。これなら心配しなくても大丈夫か。アキラとさやかは。おら、この二人は頼もしすぎるな。楽ができそうだ。ミホノはこれくらい。ひゃー、少し苦戦してるか。集中力が落ちてきた感じだな。うん。カオル、また荒玉が増えた。増援かよ。どうするか俺。悩む必要はないと思いますが、この程度の荒玉ならミホノさんが本気を出せば問題ないはずです。私？はい。何か意図があって全力を出していないのですよね。ミホノさんが本気を出したら勝てるかわからないとアキラ姉様が言っていました。そのミホノさんの力がこの程度のはずありません。本気を出してないわけじゃないよ。ちゃんと全力で。朝倉美穂の全力での戦闘を禁止します。少なくとも賀集清光についての調査が進むまでは賀集清光の力はセーブしてください。大丈夫です。私はずっと清光と一緒に戦ってきました。暴走したのもあの時だけです。美穂ちゃん、私もミリアの言う通りだと思うわ。悪夢と賀集清光の力の暴走、この2つに関係があるのかわからないけど、今美穂ちゃんに悪い影響が出てるのは確かだもの。ちゃんと戦ってるよ。賀集清光の力は制御ができるようになるまで使わないようにしてるけど。制御ですか？事情はわかりませんが、力を制御したいのならそれこそ力を使うべきです。そこまでにしとけ、ユウキ。ミホノにはミホノの事情があるんだ。あんま無茶言うな。ごめんなさい。アキラ姉様が認めたミホノさんの力を見たくて言い過ぎました。何かあったみてえだな、ミホノ。悪いようにはしねえから話してみろよ。賀集清光の力が暴走したんです。力を使おうとしたわけじゃないのに勝手に力が溢れてコップが割れて。お刀の力が暴走？
薫。いや、そんな話聞いたことがなくてな。私は似たような話を聞いたことがある。本当ですか？ああ、ダチから聞いた話とそっくりだ。ただそのダチも母親から聞いたって話だが。アキラさん、そのダチって誰なんですか？その人は？落ち着けよミホノ。そいつの名前は北上誠。さっき話した幼なじみだよ。北上誠さん。そうだ、まこっちゃんならミホノの力になれるかもしれね北上派か。え。ミホノ、私を信じて家州清光の力を使え。必ず力になってやる。アキラさん、わかりました。行きます。すごい。これがミホノさんの力。家州清光の力、想像以上だな。やっぱりこれは間違いなさそうだ。あれ、家州清光の力がだんだん大きくなってる。なんか嫌な予感がするな。ミホノ、それくらいでいい。あとは全員で荒玉を討伐するぞ。ミホノ、おいミホノ。なんだ、こっちにお刀を向けて。薫、危ない。防げたけど重い。手がしびれてる。薫、ミホノはどうなったの？アキラ。暴走か。勇気、ミホノを止めるぞ。はい、分かっています。ミホノを暴走させるのはまこっちゃんの本意じゃねえ。力さえ確かめられりゃいいんだ。いい。目的はわからないが、アキラたちはミホノを気にしてる。だったらお前たちは手を出すな。さやか、俺たちで止めるぞ。やれるよな？もちろん。いつものミホノに戻す。ミホノのやつ強すぎるだろ。速い上に重い。どうする薫？どうするかな。頑丈なのがいればやりやすいんだが。手伝うか？断れ。薫、やけになってる？少しだけな。アキラ。なんだ？手は借りないが助言はしていいぞ。どうすればいい？打ち潮を剥がせ。それで元に戻る。信じるぞ。嘘だったら許さんからな。大丈夫だ、信じろ。可愛い後輩のピンチに嘘なんてつかねアキラ姉様、本当に助立ちしないつもりですか？え。薫は言ったことはやるやつだ。というかお前が言ってもミホノに切られるだけだぞ。切られても切り返します。
切られても切り返す。面倒だがそれでいくか。さやか、俺が注意を引きつける。その間に写しを剥がせ。わかった。それじゃあ一丁やるか。こっちだ美穂の、よそ見するなよ。そうだ、そのまま。アキラ姉様、カオルさんが。肉を切らせて骨を断つっか。泥臭くて私好みだ。笑うな。ちくしょういてけどようやく捕まえたぞ。さやか。姉様、防がれてしまいましたよ。せっかく隙を作ったのに。いや、あれもフェイントだな。本命は背中がガラ空きだ美穂の。写しを剥がしたぞ。これで元に戻るんだよな。おい、ダメじゃねえか。さやか、もう一回切れ。美穂の写し貼ってない。ああれ、私は。美穂の元に戻った。ひとみさんって、なんでひとみさんお刀を振り上げてるの？切るところだっただけ。もう下ろしていいぞ。はあ、ようやく終わったか。私何かしちゃった？本格的な暴走だとよ。歌手清光の力に飲まれて意識を失ってたんだよ。意識を失ってた？美穂の強かった。薫が自分を犠牲にしないと勝てなかった。薫さんが犠牲になったの？勝手に犠牲にするな。一回切られてやっただけだ。私、薫さんのこと切っちゃったんだ。ごめんなさい、薫さん。私のせいで。ちゃんと止めなかった俺も悪いからな。気にするな。はい。そうだ。悪いのは私だ。私が余計なこと言ったせいで。悪かったな、美穂の。だが、これではっきりした。全部まこっちゃんの予想通りだ。どういう意味ですか？美穂の。はい。私たちは、お前に起こっている現象を知ってる。手遅れにならないうちに、覚悟を決めろよ。おい、本気だぞ。おいこら。ごめんな。